こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2025年6月に開催されたサマーゲームフェストやステートオブプレイなど様々なショーケースイベントで発表された Xbox の最新情報を発売日順に並び替えてご紹介します。ものすごい数の新作ラッシュ。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。プロシーンは悟空の発売日が8月20日に決定しました。西遊記を題材にしたアクション RPG です。ちょうど昨年の8月に PS5 と PC でリリースされたタイトルですね。当初から Xbox 版のリリースも決まっていましたが、1年もの間延期し、今回ようやく発売日が決まりました。物語としては西遊記の後日談が描かれています。今作はソウルライク系タイトルのように見えますが、敵にやられても経験値をロストしてしまうシステムがないのに加えて、主人公の戦闘スキルが高く、程よい難易度で作られている作品となっています。トアとシンジの祈り子たちが発表されました。9月18日発売、定価3960円です。ドラえもん、のび太の牧場物語やファンタジーライフアイを手掛けたブラウニーズが開発する国産ローグライトアクションゲームです。本作では神の子、トアと8人の祈り子たちとしてダンジョンに挑むこととなります。戦闘では刀と砲術を駆使した見下ろし型のハイスピードバトルを楽しむことが可能。ダンジョンの攻略が進むごとに拠点となる里の外観や人々の営みが変化し、情緒ある物語が描かれていくとのことです。サイレントヒル F の発売日が9月25日に決定しました。定価8580円です。1960年代、岐阜県下呂市金山町をモデルにした田舎町が舞台のサイコロジカルホラーゲームです。ストーリーは日暮らしの泣く頃にでおなじみの竜騎士07さんが担当します。PV でも嘘だと書かれた黒板が見られますね。サイレントヒルとしては外伝にあたる作品となっていて、シリーズファンの方も未経験の方でも楽しめるタイトルに、またシリーズファンならにやりとできる要素もあるとのことです。戦闘パートの方では近接戦に特化していて、アクション性の高いバトルを楽しむことが可能となっています。シリーズ初の日本が舞台となるサイレントヒル最新作。発売は来年かなって思っていたので、予想外の速さに驚きましたね。めちゃくちゃ楽しみにしています。岐阜県の方にも行けたら行って、実際にゲームのモデルになった場所を見てみたいですね。ソニックレーシングクロスワールドの発売日が9月25日に決定しました。定価7990円です。毎週コースに変化が起こる予測不能なレースを楽しめるシリーズ最新作。ソニックレーシングといえば過去にも様々なゲストキャラの出演があり、360ではバンジョーとカズーイが参戦したこともありました。今回も龍が如くから春日一番やペルソナ5からジョーカー、それに初音ミクやマインクラフトとのコラボなど様々なゲストキャラの出演が決定しています。さらに今後驚くようなコラボも予定されているとのことです。ファイナルファンタジータクティクスリバリースクロニクルズが発表されました。9月30日発売、定価5800円です。1997年に PS1 でリリースされた FFT がついに復活。本作には2種類のモードが用意されていて、オリジナル版をできるだけ忠実に再現したクラシックモードとグラフィックを進化させ UI を全面一新。そして現代版として大きく達筆、調整を施したストーリーをフルボイスで楽しむことができるエンハンスドモードを搭載。好みに合わせたモードでプレイできるような感じですね。デジモンストーリータイムストレンジャーの発売日が10月2日に決定しました。定価8910円です。本作はシリーズ最多となる450匹以上のデジモンの収集と育成を楽しめる RPG 作品となっていて、ファンはもちろん初めてデジモンに触れる方でも楽しめるようにと作られています。なおキャラクターデザインは安田鈴人先生が、そしてボスデザインはオーグレイト先生が担当しています。アークレイダーズの発売日が10月31日に決定しました。三人称視点の新作 PVPVE アクションシューターです。謎の機械アークによって荒廃してしまった終末世界を舞台に、危険な機械生命体や他のプレイヤーが存在するフィールドを探索し、戦利品を見つけて帰還するといった作品になっています。
いわゆる脱出系シューター作品であり、プレイヤー同士の対戦がある一方で、強力で巨大な機械型の敵も存在するって感じですね。最大3人の協力プレイにも対応します。協力プレイが盛り上がりそうですね。モータルコンバットレガシーコレクションが発表されました。2025年内発売予定です。1990年代から2000年代にリリースされたモータルコンバットシリーズ20種類以上をまとめて収録したコレクション作品です。アーケードやスーパーファミコンのタイトルはもちろん、ゲームボーイやゲームボーイアドバンスのものも含まれていて、オンラインプレイにも対応することが明らかになっています。これまでも基本的に日本では未発売なので、今回も日本での発売はおそらくないんじゃないかなと思います。タイドス・オブ・トゥモローが発表されました。2月24日発売予定です。ロード96を手掛けたスタッフによる最新作です。本作は革新的なマルチプレイヤーインフルエンスシステムと呼ばれるものを搭載。非同期型のオンライン機能によって、フレンドやフォローしたプレイヤーの行動がゴーストとして表示される他にも、ゲーム内 NPC が他プレイヤーの行動を話題にすることもあるとのことです。一体どんな感じの手触りになるかが楽しみな作品ですね。バイオハザードレクイエムが発表されました。2月26日発売です。バイオハザード9にあたるシリーズ最新作です。ヴィレッジ以来5年ぶりとなり、30周年記念タイトルにもなります。主人公はシリーズ初登場の女性、グレース・アッシュクロフト。バイオハザードアウトブレイクに登場したアリッサ・アッシュクロフトの娘にあたるキャラクターになるみたいですね。本作では壊滅したラクーンシティを舞台に、かつてないほどの没入感を誇るサバイバルホラーアクションを楽しめるとのことです。今回初公開されて、もう半年後には発売と、すごいリリースが早いですよね。バイオシリーズ大好きなので、9も期待しています。エンド・オブ・アビスが発表されました。2026年発売です。リトル・ナイトメアシリーズを手掛けたスタッフによる最新作。今回も不気味な世界観を舞台にしたホラーテイストなアクションアドベンチャーとなっていますね。リトルナイトメアとは異なる要素として銃による戦闘要素が存在。また隠されたアイテムを見つけることによって装備を強化できる要素もあるとのことです。アウト・オブ・ワーズが発表されました。2026年発売です。ストップモーションアニメ風のグラフィックが特徴の2人協力型アクションゲームです。オンラインもしくはローカル協力プレイに対応し、フレンドと一緒に手作りの世界を探索することが可能。様々なパズルやアクションを2人で力を合わせて乗り越えていくことになります。また、今作の主人公たちは名前と口を失ってしまっていて、そのキャラクターの特徴と同様に非言語的なコミュニケーションを楽しめるような作りになると明かされています。コードベイン2が発表されました。2026年発売です。2019年にリリースされた前作から7年ぶりの最新作となりますね。前作は過去にゲームパスにも対応していました。崩壊した近未来世界を舞台に、滅びの運命に抗い生きる吸血鬼たちのドラマが描かれていくソウルライク系タイトルで、ゴッドイーターの制作スタッフが開発を手掛けています。本作では吸血鬼ハンターとして世界の崩壊を止めるべく、時間を超える力を持つ少女と共に冒険を行っていくとのことです。バディシステムが特徴的で、一般的なソウルライクと比べると遊びやすい難易度で爽快感もあるタイトルでしたので、続編も楽しみです。モータルシェル2が発表されました。2026年発売です。効果が特徴的なソウルライクアクションゲーム、モータルシェルの続編ですね。1作目の発売が2020年だったので、6年ぶりの新作となります。前作は過去にゲームパスに対応していましたね。本作も前作同様、コンパクトな内容になると明言されていて、高難易度ではあるものの、ボリューム面では遊びやすい作品になるのかなと思います。PV を見ていても様々な武器にかなり派手なアクションが用意されているみたいですね。前作だいぶ癖は強かったですけど、個人的には結構楽しめたので続編も楽しみです。ロミオイズ・デッドマンが発表されました。2026年発売予定です。ノーマーヒーローズでおなじみの須田剛一さんの最新作です。
ブラッディアクションと題されている今作では、時空犯罪捜査官のロミオとして、様々な時空に飛んで、凶悪な指名手配犯と戦っていくことになります。戦闘では、剣はもちろん、銃を利用することも可能となっていて、ピクセルアートで描かれたフィールドがあったり、2D アニメーションが展開されるなど、今回もものすごい世界観を堪能することができそうですね。ちょっとチェーンソーマンに似た勢いを感じちゃいました。めちゃくちゃ期待しています。ブラッドステインド・ザ・スカーレット・エンゲージメントが発表されました。2026年発売予定です。2019年にリリースされたブラッドステインド・リチュアル・オブ・ザ・ナイトの続編がついに登場。本作では前作の数年前の世界を舞台にしていて、マップ規模はシリーズ史上最大に、荘厳なゴシック建築の空間から薄暗い洞窟、危険な罠まで存在し、強力な装備やアイテムを集めながら探索を楽しめる作りとなるとのことです。また、今作は2人の主人公が存在し、自由に切り替えを行うことが可能。Steam の方ではオンライン及び画面分割協力プレイに対応すると記載もされています。前作が非常に完成度の高い名作だったので、続編も楽しみですね。007ファーストライトが発表されました。2026年発売予定です。若かりし頃のジェームス・ボンドが活躍する完全新作。若く聡明でありながら、時には向こう見ずな彼となって、世界最高のスパイが誕生するストーリーが描かれる作品になります。開発はヒットマンでおなじみの IO インタラクティブが担当。潜入か強行突破か、格闘か銃撃戦か、自由自在なアクションが楽しめるとのことで、まさしくヒットマンシリーズを楽しんできた方にとってはたまらない作品となりそうですね。プラグマタの発売時期が2026年と発表されました。カプコンが手掛ける完全新作です。もともとは Xbox シリーズ X や S の発売よりも前、2020年6月に発表されていた作品ですが、ようやく発売時期が公開されました。本作はディストピアと化した近未来の月面世界を舞台にしたアクションアドベンチャーゲームとなっていて、それぞれ異なる能力を持った2人のキャラクターを同時に操作することが可能。お互い協力しながら月面 AI との戦闘をくぐり抜け、地球への帰還を目指すといった内容になっています。斬新なアクションが特徴となる今作、続報が楽しみですね。レゴボイジャーズが発表されました。2つのレゴブロックとなって捨てられた宇宙船を救う冒険に出る2人協力プレイ専用のアドベンチャーゲームです。様々なブロックを組み合わせるレゴならではのギミックを使いながら進めていき、つながる大切さを知っていくことができるとのことです。なお今作はフレンドパスに対応し、1人が購入すれば友達はゲームを購入しなくても全編一緒に遊ぶことができると明かされています。世界観いい感じですね。イルが Xbox で発売されることが決定しました。リアルな恐怖体験を味わうことができる一人称視点のサバイバルホラーゲームです。とにかく強烈なゴア表現が魅力となっていて、PV を見ているだけでも映して大丈夫かと思えるような描写が見られました。少ないリソースをうまく管理しながら戦ったり、武器をアップグレードしたりなどの要素も存在するとのことです。日本でもリリースされるかどうか不安な作品ですが、すでに国内 Xbox ストアに登場し、日本語対応も決定しています。楽しみ。フラクチュアードブルームスが発表されました。ドキドキ文芸部の開発元による最新作です。私文芸部好きなのですごく嬉しいです。本作はループ世界を舞台にしたライフシミュレーターゲームとなっていて、プレイヤーは主人公の少女として住人たちの世話をしながら放棄された家を修復していくことに、しかしプレイしていくごとに穏やかで平和な暮らしは少しずつ狂気の風景へと変貌していってしまうという内容になっています。文芸部と比べるとかなりゲーム性がパワーアップしているように見えますね。発表時にはサイレントヒルmeetsドキドキ文芸部と呼ばれた今作、続報が楽しみです。ということで今回は2025年に開催された様々なショーケースイベントで発表された Xbox の最新情報をご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。
よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。